こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、さらなるビッグゲストが来るという噂もありますね。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。また、この WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味を持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のビットコイン現物 ETF のフローは、全体でプラス 0.21 億ドルを記録しています。グレースケールは久しぶりのプラスとなってますが、他に目立った理由もなくですね、全体でかろうじてプラスとなってますね。一方、香港はプラス 48BTC、ドル換算ではプラス290万ドル相当と、イーサゼロとなっております。昨日香港にしては大きい流出がありましたが、また通常運転に戻っておりますね。あと ETF 関連では米国のスポットイーサ ETF が7月4日までに取引開始されるかもという、ロイターの報道が話題になっています。ロイターの取材に応じた匿名の業界関係者はですね、資産運用会社と規制当局の協議が最終段階に入る中、SEC は早ければ7月4日にもスポットイーサ ETF を承認する可能性があると語ったとされています。昨日もバンエックの 8A フォーム申請からあと1週間くらいで取引開始されるんじゃないかという話題も取り上げましたけども、時期的には大体同じになってますね。だんだん信憑性が増してきましたが、来週取引開始されるのか注目ですね。あとオンチェーンの方では米国政府がシルクロード分のビットコイン 3940BTC をコインベースに送金したことが話題になっています。ドル建てでは 2.4 億ドル相当、先日のドイツに続いて米国からも同時期に売るやつが出てます。あとドイツの方もまた昨日ビットスタンプとクラーケンに 125BTC ずつ送金してます。ドル建てでは1500万ドル相当、またいつものアドレスに 500BTC も送金してますね。ドイツはあと 4.5 万枚となってますが、他のアドレスにも送金してるのでもっとありそうですね。各国の売り圧がいつ収まるのかも注目となっております。あとその他では CNN の方で大統領選前にバイデン vs トランプの討論会の番組があるそうなんですけども、そこで仮想通貨の議題を出すように団体のスタンドウィズクリプトが動いているのも話題になっています。2300人の署名を集めて CNN の司会者を説得しているようです。様々なところで仮想通貨の PR 活動が行われてますが、私が気になったのはですね、以前もバイデンの影武者説取り上げましたけども、生放送でね、バイデンって討論できるんですかね今では用意された言葉すら危ういみたいに見られてますけども、トランプはね、まだ元気そうですけど、バイデン大丈夫なのかなと思っちゃいますよね。で、この討論会のシステムが先日発表されたみたいなんですけど、どちらもこの緑色のランプがついてないと、マイクがオンにならずにですね、発言しても声が通らないシステムになっていると。一見綺麗な討論会にするためのシステムに見えますが、ネットの声ではですね、饒舌なトランプの声を聞こえないようにして、バイデンの声だけ通す仕組みになってるんじゃないかとか、いろいろ言われてますね。明日以降放送予定となってますが、果たして仮想通貨の話題が出るのか、そしてバイデン vs トランプの討論会がどのように進んでいくのかにも注目ですね。ビットコインの価格は現在6万1000ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米新築住宅販売件数が予想の 65.2 万件に対して結果が 61.9 万件と、前回の 63.4 万件よりも下回る結果となりまして、引き続き米国の景気が良くなってないという捉え方もできるんですけど、一部では金利が高すぎて買いたくても買えない人がいるんじゃないかという見解もありまして、一概に冷え込んだままとは言えないという見方も出てますね。米国債金利は 4.34 を推移しておりまして、ナスダックが 19,750、S&P500 が 5,460、ダウ平均が 39,120、金ゴールドが 2,299 ドル、日経平均が 39,200 円、ドル円が 160.6 円と、ドル円が160円台を突破したのも話題になってますね。個別株の方ではマラソンデジタルがカスパトークンをマイニングしていくことを発表してまして、マラソンの株価は上がってないんですが、カスパは市場が厳しいながらもプラス 12% と大きく上昇してます。ビットコインのマイニング企業として知られているマラソンですが、アルトのマイニングもこれから増えてきそうですね。あとデリバティブ市場の方では、デリビットのオプション満期を迎えるポジションが100億ドル相当になっているのが話題になってます。
ビットコインで66.8億ドル、イーサで35億ドル、OI 全体の230億ドルのうちの 40% 以上が期限切れとなるため、大きなボラが警戒されています。時間的には金曜 UTC8 時、日本時間では明日17時ですね。この時間帯の前後は注意が必要です。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 2.0%、額としては315億ドル相当、長期ではそこあたりについています。比率としては全体ではロングが 52.6%、バイナスミはロングが 73.1% と上入りになっています。今後の指標としては、本日6月27日にスウェーデン、トルコの政策金利、米実質 GDP 確保値、6月28日にメキシコの中銀政策金利、米 PCE、6月30日に中国の PMI などが控えております。ビットコイン単体で見ると、米金利も上昇して、金ゴールドも下落して、米国、ドイツからの現物入りも出てて、ETF の流入も回復してない。いいところがないですね。期待するならイーサ以下のあると、ミームくらいでしょうか。チャートだけ見たら6万2000の攻防に弾かれた形となってまして、上向かうなら6万で再度反発して、6万4000の攻防に向かうコースになりますが、ただファンダの流れ的にそこまで強くなれるものがないので、先日同様下目線継続なのかなと思いますよね。6万終わった場合、次は5万7000あたりですが、ここで耐えられるのか、今後の市場動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3380ドル、BTC 建ては 0.0554 と、昨日からは上がっております。先物の方では、OI は全体でマイナス 0.6%、額としては145億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.7%、バイナス目はロングが 77.4% と上入りになっています。連日のスポットイーサ ETF 取引開始の煽りから、OI も比較的多くなって若干強くなってますが、ビットコインの下落につられてドル建てでは下がってます。チャートだけ見たら3400の攻防で弾かれた形となってますが、時間足ではそこには切り上げている状態です。BTC だってもう抵抗弾かれつつも、そこのは守っている状態で、抜けきれるかどうか、微妙な位置にいますね。来週7月4日までに3600を抜けたら強くなりそうですが、取引開始まで抜けないとなると、また弾かれて下へ行くコースもありますね。ただ、アルト以下ミームは局地的に吹いてますんで、中期的には期待したいところです。短期ではまず3400を抜けられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。メタリカの X の公式アカウントが乗っ取られて、メタルトークンの PR が行われてしまったようです。現在はアカウントも通常に戻ってまして、PR した投稿は削除されて見れないようになってますが、話題にはなってますね。当初宣伝されてたのは過去に発行されたメタルトークンだったようですが、また別なメタルトークンも発行されてまして、またここでもババ抜きが行われております。昨日 X で公式を装ったスキャムがたくさんいるという話をしたばっかりなんですけど、乗っ取りからのスキャムもありますよね。たまに乗っ取りかと思ったら、本当に変なところと提携結んだっていうパターンもありますからね。見分けつかないんで、手出さない方がいいのかなと思いますよね。あとは無登録運営で訴えられていたアブラが25の州と和解と、顧客に8200万ドル相当の仮想通貨を返還することが決まったこと、また詐欺罪で指名手配されていたワンコインの創設者、イグナトアの懸賞金が10万ドルから500万ドルに上がったこと、また詐欺罪と市場操作の罪で問われていたハイドロゲンの元 CEO に懲役3年9ヶ月、幹部に2年11ヶ月の有罪判決が下ったことなどが話題になっています。過去の事件も清算されていってますが、新たな事件もたくさん出てるんで、これらが解決するときは来るのか注目ですね。あと、アルト関連では、ブラストがエアドロを各取引所に上場してます。現在 0.25 ドルあたりですね。時価総価151位です。しょぼドロだったという意見もありますが、しっかり1000万規模でもらった人もいたみたいですね。皆さんはどうだったんでしょうか。エアドロイコール即売りが主流になってますけども、このブラストも価格を維持できるのか注目ですね。今日はこんなところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。